皆さんこんにちは、フーディーボーイです。突然ですが、皆さんは超高級な焼肉屋さんってどんな感じか想像できますか？ちょっと油っぽい肉になるだけで、結局自分で焼くんでしょっていうイメージの方もいるんじゃないでしょうか。そういうお店もあるかもしれませんが、今回紹介するこちらの焼肉天さんは次元が違って最高の牛肉を最高の調理で食べられます。こちらは全席個室で1組に対して1人の焼き師が付きっきりで焼いてくれる超ラグジュリアスで、もはや焼肉屋さんと言っていいのかというぐらい最高のお店です。場所は西麻布という六本木から6分ほどの超バブリーなところにあって、芸能人も御用達のようです。当然値段もクオリティも日本最高峰レベルですが、結論から言うと人生で1回は絶対に行く価値ありだと思いました。私は1回とは言わず、特別な日にまたリピートしたいですね。今回はずっと行ってみたかった憧れのお店ということもあって、チャンネル登録者5万人を記念して特別に取材させていただきました。そんな天さんの何がすごいかというと、素材、火入れ、ペアリングの3つがすごいポイントです。具体的にどれぐらいすごいのかっていうのは、この後に今回出てきた全メニューとともに紹介します。お肉好きな方は絶対に最後までこの動画を見ていってください。損はしません。動画の中身に入る前に、今後の活動をもっと応援したいという方はチャンネル登録をお願いします。それでは動画の中身に入ります。まず乾杯はシャンパーニュ。こちらはドサージュという糖分を加える工程を省いているので超辛口です。超辛口といっても青リンゴのような果実味とブリオッシュのような香りが程よくあって、切れるような酸味といい感じに調和されて旨味をしっかり感じます。次に1品目の食べ物は究極のコンソメスープ。こちらはトマン牛という宮崎県の黒毛和牛を使って5日間かけて抽出しているそうです。トマン牛はどんな和牛かというと、霜降りを少なくして健康でストレスのない環境で育てることにこだわりを持っているそうで、それによって赤身の美味しさが特徴的らしいです。確かに牛出汁の深い旨味がぐっときて、胃袋から順に五臓六腑に染み渡っていきます。いきなり食欲を刺激させられました。次はナムルの盛り合わせ。こちらは6種類の季節のお野菜を使っていて、ナムルといってもよくあるごま油とニンニクと塩で味付けした想像できる味とはちょっと違います。大きななめこやごま豆腐、秋ナス、里芋とトリュフなどが出てきて、ナムルというよりもどちらかというと日本料理の前菜といった繊細で素材の美味しさを生かすような味付けです。そんなナムルに合わせるのはこちらのシャルドネの白ワインです。ミネラル感がとても強く、和風だしの効いたナムルによく合います。ナムルの素材の良さを邪魔しない程度の軽めの白ですが、ミネラルの強さによってナムルを食べた後にこちらを飲むことで料理が仕上がるといった感覚です。次はユッケ。こちらは2種類出てきます。まず1つ目はトリュフをふんだんにかけて食べます。中に少しナッツも入っていて、こちらは芳醇な香りを生肉と共に楽しめる一品となっております。次に2つ目は大量のキャビアと食べます。キャビアが敷き詰められた下にタルタル状の生肉があります。キャビアはお肉の量に対して1対1になっているそうで、これだけあればキャビアの塩味と旨味をしっかり感じられる極上の味わいです。そんな強烈な香りと旨味のユッケに合わせるのはこちらの白ワインです。こちらも品種はシャルドネですが、先ほどよりも重ためで樽の香りが効いた果実味あふれる味わいです。次にここから焼き物に入ります。まずは但馬牛のタンが5種類出てきます。但馬牛というのは兵庫県産の黒毛和牛のことで、格付けの高いものは神戸牛のブランドを付けられたりします。但馬牛の牛肉は肉質がいいとされていて、松阪牛や近江牛の元牛にもなっていたり、前沢牛や仙台牛や飛騨牛には但馬牛の血統を入れて品種改良しているそうです。まさに牛肉界のサラブレッドといった感じでしょうか。しかも通常はタンという部位はホルモン扱いされていろんな牛の銘柄と混ざっちゃうことから、なんとか牛のタンですと銘柄を言うことができないそうなんですが、こちらの焼肉天さんでは生産者さんとの特殊な仕入れのネットワークがあって、正真正銘但馬牛のタンを仕入れてその銘柄を伝えることができるそうです。普通の焼肉屋さんで同じことをするのはほぼ不可能だそうです。そんな但馬牛を使った牛タンの1種類目はタン元です。タンの部位の中でも最も脂が乗っていて柔らかくて美味しいとされている根元の芯の部分です。レモン塩を乗せていただきます。こちらは素材だけじゃなく火入れの技術がすごくて、片面はカリカリに焼くことで心地よい歯触りと鼻から抜ける香ばしさがあって、もう片面はさっと炙る程度にすることで、舌にタンが乗った時少し水分でしっとりと少し油でとろっとした食感があります。絶妙な食感に仕上げられたタンはもはや官能的な味わいでした。
次はタン下。こちらはカリカリに焼いてあって表面に肉汁が浮き出ているのがわかりますね。実際に食べてみると先ほどの柔らかい新タンより噛み応えがあって噛めば噛むほど旨味のある肉汁が出てきてジューシーです。八丁味噌で作った山菜味噌とその場で作ったごま油につけていただきます。このごま油はこちらの名物で、一見かき氷を作るかのようなこちらのマシーンにごまを入れてその場で抽出してくれるので、絞りたての超香り高いごま油を楽しめます。ロマネコンティのワイングラスに入れて香りを嗅がせていただきましたが、脳が揺れるような強くて芳醇な香りです。見ての通り泡立っているので少しクリーミーな食感もありました。個人的には人生一のごま油でした。次はタンしゃぶ。薄切りにしてしゃぶしゃぶにしたタンですね。牛骨と牛テールで出汁を取った旨味たっぷりのスープに浸って出てきます。その出汁をたっぷり吸っているネギもすごくて、山形県のトラちゃんネギというネギ専門の農家から仕入れている糖度の高いネギを巻いて食べます。一口で頬張ると牛出汁の強い旨味とネギの甘みが牛タンと一緒にじゅわーっと口いっぱいに広がります。次は厚切りタン。ここまでいろいろと調理している間にじっくりと火入れしてきたのがこちらです。中心部位を使っているそうで、最初のタン元と同じく超希少部位のようです。最初のタン元と部位は似ているように思うかもしれませんが、たとえ同じ部位でも焼き方とカットの仕方が違えば味わいも全然違います。綺麗なピンクの断面に刃を立てるようにして噛んで食べることを推奨されます。程よい弾力はあるけれど、スッと切れる歯切れの良さがすごいですね。サクサクプリプリとした食感を楽しみながら噛んでいると油たっぷりの肉汁がじわじわと出てきます。一つはレモン塩で、一つはタレにつけて白米と一緒に食べるのを推奨されますが、もはや高級なステーキですね。ちなみにこちらの白米は実はコースの最初の方から個室の端でゆっくりと土鍋で炊き上げてくれています。ツヤツヤで甘くて香りも粒立ちもいいという白米だけで食べても超美味しい最高の土鍋ご飯で焼肉ライスができるようになっています。贅沢にもおかわり自由なので遠慮なく書き込んじゃいますね。そんな白米も食べたくなる牛タンに合わせるのはこちらの日本酒。米の旨味が強い熟成酒ですね。2013年のヴィンテージでお町のお米で作られています。ここで一旦旬野菜のサラダを挟みます。このさりげなく散らばっているマイクロトマトとかは普通のトマトよりも実は全然高額で希少価値の高いもので、小さいのに甘み抜群です。細かいところで妥協のないこだわりに驚きますね。次は牛タンスープ。但馬牛のタンを約8時間トロトロに煮込んだ極上のスープです。タンはホロホロで繊維がほどけていくような感覚で、ホロホロといってもパサパサはしていなくてしっとりジューシーな食感が保たれています。それに最初のコンソメスープを彷彿とさせる深くて強い旨味のスープが絡んで極上な味わいです。この時点で満足しすぎてここでコース終わりと言われても違和感がないぐらい幸せに包まれています。ですがまだまだこれからすごい焼き物が続きます。次はシャトーブリアン。ヒレの最上級部位のことですね。ヒレの中でも最も柔らかいと言われていて、実際に歯がなくても噛みちぎれるほど柔らかくほどけていくような食感です。しかもさっと表面を炙ってある程度なので、中は生肉っぽいトロッとした食感で油の温度もいい感じで溶け出しています。そんなに柔らかくても旨味がめちゃくちゃ強いので食べ応えも抜群です。タレをたっぷりつけて白米と一緒にかき込むと最高ですね。次は但馬牛のハラミ。薄切りと厚切りの食べ比べをさせてくれます。まずはこちらの薄切りの方です。香り高い本わさびと塩だれで食べるので味付けとしてはとても爽やかです。なのでこの極上のハラミの素材の旨味が邪魔されずに存分に楽しめます。そして見ての通り箸で持ち上げたらしなるような柔らかさです。次は厚切りのハラミ。薄切りのハラミの思い出をかき消しちゃいそうなほどインパクトが強かったです。見ての通り完璧な火入れで外側はカリッと焼かれていて内側は綺麗なピンクのレアです。少し焼いたら休めるという工程を何度も繰り返してじっくり焼いていきます。そうすることで肉汁が逃げないように閉じ込められるそうです。それもあってかぐにゅっとした弾力のある食感と閉じ込められた肉汁が断面から溢れ出る様は箸で持っただけでもわかります。弾力があるので噛めば噛むほど肉汁が溢れ出て旨味の大洪水になります。タレにたっぷりつけたり唐辛子味噌の薬味を乗せたりもして食べます。火入れのおかげもあって食べ応え抜群で間違いなく人生一のハラミでした。そんな旨味たっぷりで極上のシャトーブリアンやハラミと合わせるのはこちらのロゼ。
ロゼといってもオレンジワインっぽい色で柑橘っぽい香りが先に来て、その後に少し甘みを感じます。ロゼの華やかな余韻が長く続いたのが印象的で、今まで飲んできたロゼの中でも抜群に美味しかったです。次は但馬黒の特上カルビ。但馬黒というのは幻の但馬牛と言われていて、但馬牛の品評会で何度も優勝しているすごい牛だそうです。何がすごいかというと、油の融点が異常に低くて、サラサラと油が溶け出すのが特徴的です。どれぐらい融点が低いかというと、通常の和牛が25度なのに対して12度で溶け出すそうで、これはマグロの油に近いそうです。なぜこうなるかというと、放牧した上で人間でも食べられるほど健康にいい特殊な餌を与えて育てているからこのようになるみたいですね。実際に食べてみると、油が一気にジュワーッと溶け出して口の中をサラサラっと流れていきます。大量の油が溶け出すので旨味をすごく感じますが、サラサラの油なのでくどいとか脂っこいっていう感覚は全くありません。自然に近い環境で育っているからか、柳屋のジビエや宮古島の宮古牛に近いものを感じました。日本全国でこの牛が食べられるのは数店舗しかないそうです。次は松阪牛のサーロイン。こちらは一晩漬けた卵黄とトリュフと一緒に食べます。漬けているので卵黄がソースになっています。卵とトリュフの相性は抜群で、それだけでも白米が進むぐらいなのに、それに極上のサーロインが加わったらたまらないですね。トリュフは惜しみなく大量に削ってくれるので、和牛や卵に負けることなく芳醇な香りです。またドロッとした卵が和牛の脂やトリュフを全部絡めてまとわりついてくれるので、いろんな旨味と香りを一気に味わえますね。当然白米は必須です。そんな肉祭りのフィナーレに合わせるのはこちらの赤ワイン。カリフォルニアのナパバレーのカベルネ・ソービーニョンですね。スタッグスリープというワイナリーのもので、世界一のソムリエが世界最高評価をつけたり、ブラインドテイスティングで全フランスワインを打ち負かすなどと、すごい逸話を持ったワイナリーです。味わいとしてはドライだけどラズベリーのようなくどくない甘さの果実味があって、ナッツの香りもします。口当たりはスムーズで、舌触りはまろやかな感じがして、とても飲みやすく芳醇な味わいのワインです。次は冷麺。最後の最後まで贅沢な一品が出てきます。シャーベット状になった牛骨のスープが麺の上に乗っていて、その上にさらにまた大量のキャビアが乗っています。牛骨とキャビアの旨味がすごくて、締めなのにまだまだ酒が進んじゃいそうな勢いです。デザートはジェラート。マッコリを使ったジェラートで、液体窒素を使ってその場で作ってくれます。その上にシャインマスカットを乗せて、さらにごま油を作った際に油にならなかったパウダー状のごまをパラパラとかけます。ごまがふわふわで香り高くていいアクセントになっていて、シャインマスカットともジェラートとも抜群の相性で最高に美味しかったです。最後にお土産に和牛がたっぷり入ったカレーパンも1人2個渡してくれます。次の日の朝食に思い出に浸りながら食べられる体験も嬉しいですね。トースターかオーブンで温めればカリッとした食感になっていて、肉も中にゴロゴロ入っていて旨味たっぷりで大変美味しかったです。以上が焼肉天さんで出てきた全メニューでした。お料理は全部で17品。ナムルの盛り合わせを6品と数えたら22品出てきて 38,500 円のコースです。またワインペアリングは6杯で 11,000 円です。1回の食事と考えたらお高いと思う人も多いと思いますが、これだけ贅沢な素材で手の込んだ料理はもはや焼肉の域を超えていて最高の体験でした。なので頑張ってお金を貯めてでも特別な時に特別な人と行く価値は大いにありだなと思いました。美味しそうだな、行ってみたいなと思ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた。